これでわかるドローネ。色と色を対比させることによって色そのものを一つの存在として描き、色彩は同時に存在しているといったロベール・ドローネ。さて、どんな人だったのでしょう。ドローネの生涯を覗いてみましょう。1885年、パリ16区のボアシエル通りに生まれる。裕福な家庭で育ちました。9歳の時、両親が離婚。父はどこかへ行って戻ってきません。母は放浪癖があり、始終遠い国へと旅に出かけていたとか。ということで、彼は叔父の家で育てられることに。ドローネは花が好きで、旅行先ではいつも庭で一人で長い時間花のスケッチをしていました。彼は学校には興味がなく、勉強していると見せかけてパステルで絵を描いたりしていたとか。17歳で高校を中退し、劇場装飾家の工房に見習いとして通います。一度も美術学校には通っていません。たくさんの絵画を見て学んでいました。当時彼の周りのブルジョワジーたちがバカにしていた印象派の作品が好きでした。1906年、第21回サロンデ・アンデパンダン展に参加。アンデパンダン展とは無審査、無償、自由出品が原則。保守的な審査のサロンに対抗して審査を受けることなく誰でも自由に出品できる美術展。1909年頃からキュビスムの運動に加わり、エッフェル塔などの連作を始めます。キュビスムとはいろいろな角度から見たものの形を一つの画面に収めるなど、様々な視覚的実験がされていたもので、20世紀初頭にパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって始まりました。ちなみにドローネ、エッフェル塔は30回くらい描いているとか、相当興味深い対象だったんでしょうね。その頃、他の芸術家たちと遊んでいた時にソニア・ダークに会いました。彼女も画家でした。1910年、ソニアと結婚。彼女の方は初めての結婚ではなく、1年前に美術評論家ウィルヘルム・ウーデと結婚して離婚していました。翌年、息子のシャルルが誕生。ソニアはベビーベッド用にパッチワークキルトを作りました。それは幾何学的な模様と色を用いたもので、ソニアによるとキュビズム的着想を試してみるきっかけの一つになったようです。彼女の作品はまだパブリックドメインになっていないのでご紹介できませんが、ドローネと理解し合えるのがよくわかるような作品たちです。ソニアの言葉です。私たち夫婦は芸術の世界で愛し合った。他の夫婦が信仰で犯罪でアルコールで政治的野心で結びつくように。1912年、ドローネがアンデパンダン展に出品したパリ市で注目されるようになります。3人の女性がいますが、こちらはギリシャ神話に出てくるパリスの審判の賛美神と言われています。この頃から彼はソニアと共に色の同時コントラストの法則に基づいた同時主義というものを生み出しました。ワシリー・カンディンスキーの理論的著作、芸術における精神に大きな影響を受けたようです。詩人で評論家のギヨーム・アポリネールは、ドローネ夫妻の芸術をキュビズムと区別するためにオルフィスムと名付けました。オルフィスムはギリシャ神話に出てくる音楽家オルフェウスにちなんでできた造語。作品の色彩の豊かさを音楽に例えて表したと言われています。オルフェウスのお話にご興味がある方は、よかったらこちらの動画もご覧ください。1914年、第一次世界大戦勃発。ドローネはコネを利用し、兵役を免除されていました。この大戦の間、2人はスペインやポルトガルで亡命生活を送りました。そこで光に影響され、絵画も変わっていきます。1921年、パリに戻ります。1934年、リズムシリーズで抽象的なオルフィスムに。このシリーズは彼の研究の集大成であるようです。1940年、モンペリエに移住し、翌年、がんのためこの世を去る。こちらの絵をご覧ください。ブレリオに捧ぐ。今にも動き出しそうなリズミカルな作品。この時代の賑やかな街や産業や生命力を表しているよう。生き生きとしていて、見ているとなんだかワクワクしてきます。では最後に他のドローネの作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。